もしあなたの学校や職場で秘密裏に殺す人間の選定が行われているとしたら、2026年1月8日、中国河南省中馬天市新蔡県午前中、金瀬清華園学校の校門前では男性がけたたましい怒声を上げていました。なんでまだ親も来ていないのに遺体を運び出そうとしてるんだよ。男性は校舎を出ようとした救急車の道を軽トラックで塞ぎ、救急隊員を睨みつけるようにして声を張り上げます。彼はこの学校に通う13歳の少年ジュウ君の叔父にあたる人物。ジュウ君は学校の寮で暮らしていたのですが、ついさっき彼が亡くなったという連絡が入り、両親より先にこの付近に住む叔父が駆けつけたのです。そして叔父が目にしたのは、両親の到着を待たずすでに学校から遺体を運び出そうとしている救急車の姿。それはおそらくその遺体を両親に見られるわけにはいかなかったため、なぜならジュウ君の遺体には不審な死を遂げた少年と遺体を隠蔽しようとした学校。少年は明らかに事故とは思えない状況で亡くなっていました。学校内で秘密裏に行われていた生徒を犠牲にした闇のビジネスとは。おさすけちゃんです。みやみこってことで始まりましたわね。始まっちゃった。何が？ボーイフレンドシーズン2。シーズン2始まっちゃったね。でもあなたもさ、私がボーイフレンドのシーズン1ね、見ておすすめしてハマったでしょ？ハマった。2も今んとこ全部見てる。全部見た。6話まで出てるね、今ね。そうだったのね。ボーイフレンドって何かっていうと、男性同士の恋愛リアリティショー。新しいよね。見たことないから、ね。そう。バイな人もいるの。女性も好きだし、男性も好きっていう人もいるけど、ゲイの方もいるっていうね。そういう人たちが2ヶ月共同生活して、恋が芽生えるかどうかみたいな番組をね。私シーズン2の2話までしかまだ見てないんだけど、やっぱり思うのは、登場人物が、こう言うとやぼったくなっちゃうけど、言語化が上手っていうかさ、自分自身がマイノリティっていう経験からなのか、多分悩んできた人生を歩んでるからこそ、自分の気持ちを表現したり、人に接する時のアドバイスとかが、うまいと思わない？確かにね。ね。プラス人の痛みがわかる人たちなんだろうなっていうのをすごい思う。そうよね。しかもさ、外せないのが、みんなマジでかっこよくない？確かに。皆までは言わないんだけど、みんなも見た感想を教えてほしいなって思います。今回は中国の中学校で起きた非常に不可解な事件をご紹介します。中学校の寮で13歳の少年が亡くなってしまったんですが、その時の学校側の対応があまりにずさんで、裏になんか隠されてんじゃないかっていうね、疑念を生んだような事件なんです。学校が不都合な真実を隠すって言われちゃうとさ、ニュースでも過去によくあった話だけど、いじめを隠蔽してるんじゃないかって疑われるんじゃないの？それがですね、今回は生徒同士のいじめっていうそういう問題をさらに超えて、学校が組織ぐるみで犯罪を行ってたんじゃないかっていう話なんです。ある日突然、学校から息子が亡くなりましたと連絡を受けた両親。彼らが駆けつけた際の学校側の動きには明らかに隠蔽の意図が見え隠れしていたんです。親の目を盗んで。2026年1月8日、中国河南省中馬天市新蔡県午前中、金瀬清華園学校の校門前では女性の悲痛な叫び声が響いていました。息子を返して、なぜ息子が死ななきゃならなかったの？この学校で寮生活をしている13歳の息子ジュウ君が亡くなったと聞かされ、そこへやってきた両親。ジュウ君はその日の早朝6時、寮の中で遺体となって発見されたのですが、両親は状況を受け入れられずにいたのです。ジュウ君は前日まで健康そのもので、家族にも何ら変わりなく連絡が入っていました。数日前の健康診断中に撮影された動画内でも、友人と談笑を交わしながら元気そうな笑顔をカメラに向けていたジュウ君。彼は文字通り何の前触れもなく亡くなってしまったのです。両親は過去に2人の子供を亡くしており、ジュウ君はその家の唯一の希望。予想もしていなかった彼の死によって家族はその希望を絶たれてしまいました。一体なぜ元気だったはずの少年が突然亡くなってしまったのか。実は両親より一足先に学校へ到着していた叔父が学校側の不審な動きを目撃していたのです。時は数時間前まで遡り、金瀬清華園学校の近隣で暮らしていたジュウ君の叔父は学校へ到着するなりその場の光景に目を見張りました。おい、まだ親が来てないんだぞ。ジュウ君の両親から息子が学校で亡くなったと連絡を受け、そこへやってきた叔父。すると早くも校門から救急車が出発しようとしていたのです。この状況で学校から救急車が出てくるとなると、遺体の搬出以外には考えられません。警察の現場検証と保護者の確認を待たずに遺体を搬出してしまうその行為
為は明らかに普通ではありませんでした。おじは乗ってきた軽トラックを校門前まで走らせ、救急車の行く手を阻みます。なんでまだ親も来てないのに遺体を運び出そうとしてるんだよ。救急隊員に向かって声を張り上げるおじ。すると救急隊員はその車内に遺体を乗せているにもかかわらず、遺体など乗せていませんと答えたのです。おじが救急車の中を確認すると、そこには確かにジュー君の遺体が。そもそも救急車は危険な状態の人を病院へ運ぶためのもので、通常遺体を運び出す目的では使用されません。それにもかかわらず救急車で遺体を運び出そうとした学校。その行為には葬儀や火葬に備えてではなく、何か別の意図があるように思えたのです。おかしくない？親に黙って遺体を運び出そうとしてることもそうなんだけど、なんで乗せてないなんて嘘をついたわけよ。それは遺体自体に両親に見られると都合の悪い形跡が残されていたからなんです。学校はジュー君の遺体を運び出した後、一体何をしようとしていたのか。選ばれた少年。事件当日の午後、ジュー君の両親は案内されるまま病院の霊安室へ足を踏み入れた。遺体が目に入ると同時に、両親は気が気ではない様子でジュー君へと駆け寄った。青白い肌をしたジュー君の顔には口から流れ出した鮮血が。母親はその手に触れたジュー君の肌の弾力に、本当についさっきまで彼が生きていたはずだという重い現実を突きつけられる。本当にどうして急にこんなことに。ジュー君の腰には打撲のようなあざがあり、母親は一瞬暴行の形跡かと疑った。そして次の瞬間、彼女は亡くなったばかりのジュー君の体にあるはずのないものを見つける。彼の左胸にはなぜか太い針で刺した穴が開いていた。心臓に穴を？何のために？ジュー君の腰に浮かんでいたあざのような跡は、おそらく暴行の形跡ではなく、血液循環の滞りによって浮かび上がる死斑という皮膚の変色。一方で見過ごせないのは、彼の左胸に開けられた穴の存在。その穴は傷口も綺麗で、暴力の結果というよりは医療措置によって開けられたものに見えました。この穴について専門家は次のような見解を示しています。心臓から血液を急速吸引するために開けられたもの、および臓器移植のための保存液注入によるものと、口から血が溢れ出ていたのは保存液の注入によって血液が逆流した結果と推測されました。それらの痕跡からジュー君の遺体は家族の知らないところで臓器移植に利用されかけていたように見えたのです。両親の確認前に遺体を運び出そうとしたのは、これらの処置の証拠隠滅が目的だったと考えられます。両親に黙って遺体を臓器移植に使おうとしてたってこと？これ実はないとは言い切れない。というわけで本日のメトラキーワード、中国の臓器移植事情について。近年の中国では臓器移植が需要に応じて早急に提供されており、例えば2006年に行われた4300件の肝臓移植のうち 26.6% は3日以内にドナーが見つかっています。またある移植センターでは通常1週間、遅くとも1ヶ月あれば適用する腎臓ドナーを見つけられると公言。一方で日本の肝臓移植の平均待機期間は1年3ヶ月、移植希望の多い腎臓に至っては平均15年近い待機期間が必要とされています。このように中国で臓器移植ドナーが見つかるスピードは日本と比べても異常なほどに速いのです。2015年、中国政府は死刑囚からの臓器摘出を停止し、以後は自発的ドナーに限ると宣言。しかしその後も中国では自発的なドナーの公式統計を上回る数の移植手術が報告されています。自発的提供だけでは説明がつかないこの状況から、政府や富裕層が不正な臓器売買を大量に行っているのではないかと指摘されているのです。コンゼ精華園学校の筆頭株主は湖南省や寧波市などで病院経営にも関与している人物。2025年には同じ河南省の系列校でも生徒が急死する事件が発生しており、生徒を狙った臓器売買ビジネスの存在が噂されています。動画をご覧の皆さんは事件の数日前、ジュー君が健康診断で採血を受けていたのを覚えているでしょうか。この採血は生徒の健康管理のためではなく、臓器ドナーの選定を目的にしたものだという疑念もあるのです。怖すぎんだけども、これ本当なら臓器売買のために学校に子供集めてるようなもんじゃない。親は子供を立派に育てたいから学校にお金払って入れてるわけじゃないですか。なのでこれがもし本当だとしたらとんでもない裏切りですよね。ジュー君の両親も当然学校に対応を求めるんですが、その際の反応もまた不信感の残るものだったんです。隠蔽と弾圧。事件当日の夜、病院での遺体確認を終えた両親は事件発生時の事情を詳しく聞くため、現場のコンゼ精華園学校へ向かいました。驚かされるのは、ジュー君がその日の朝亡くなったばかりにもかかわらず、彼の寮の部屋の私物がすでに全て撤去されていたこと。
学校への不信感をさらに強めた両親は校内の監視カメラ映像の提示を求めました。すると学校側は次のように回答したのです。申し訳ありませんが、監視カメラ映像の提示はできません。ジュウ君が亡くなったその時間にはカメラが故障していたんです。現代の中国の情勢も踏まえてこの回答はいかにも不自然なものでした。中国は2023年時点でアメリカの14倍にも及ぶ全国7億台の監視カメラが設置されている監視国家。街中へ逃げ込んだ逃亡犯でも AI 技術を駆使して数分で見つけ出せる技術が確立されているといいます。それだけ国が監視カメラに力を入れているにもかかわらず、生徒の死亡事件が発生した時間帯だけその現場のカメラが故障するのは都合が良すぎるように思えたのです。事件から2日後の1月10日、震災県教育局及び公安局は初期調査の結果、ジュウ君の死亡から刑事事件の可能性は排除されたと発表。翌日には詳細な調査結果が発表され、ジュウ君の死は心原性疾病によるもの、要するに心臓に生じた重大な問題による病死と断定されました。左胸の穴に関しては法医学者が毒物検査のための採血のために開けたものと発表。また口から血液が溢れ出ていたことについては、法医学者が遺体を動かした際に体液が流れ出たものと説明されたのです。しかしこの説明もまた遺族としては納得のいかないものでした。毒物検査のための採血は足の付け根や首の静脈から行われるのが一般的。心臓に直接太い針を刺すのは緊急時の蘇生措置か特殊な解剖の際にしか行われない行為だといいます。さらに学校から搬出する前段階からすでにジュウ君の左胸には穴が開いていました。なぜ搬送される前に学校内に法医学者が居合わせたのか、また親から同意も得ないまま心臓から採血を行うようなことがあり得るのか、何らかの事情から学校側がジュウ君の検視を急いでいたようにしか思えないのです。説明の全てにやっぱ辻褄が合ってないわよね。そういう状況から考えるとやっぱ臓器売買黙ってしようとしてたっていう噂は噂じゃないように思えるわよね。実際中国国民の多くがそう感じてるんです。そして政府は抗議を行った彼らの口を完全に封じてしまうんです。事件後、学校や当局の説明に納得ができない保護者や地域住民が列をなし、数千人規模の抗議活動を展開。臓器売買反対！私たちの子供を守るぞ！警察は特殊部隊やスマホの通信を妨害する信号ジャミング車を投入し、デモの鎮圧に動きました。震災県へ通じる高速道路は全て封鎖され、外部からの支援も阻止。現場で撮影された動画などの SNS 投稿は全て削除され、場合によってはその場で警察にスマホを破壊された人もいました。最終的にはデモの支援者の中に逮捕者が出るほどの事態に。こうした警察の動きはおそらく現在の中国で若者たちの社会不安が急激に高まっており、デモが政府に対する暴動につながりかねないとされているため。学校で生徒の臓器を抜き取られるなんて聞いたら確かに政府に対する暴動が起きてもおかしくないわよ。ほんとそうなんですよ。今回の事件だけじゃなくて、中国では今もなお全国で学生の行方不明だったりとか失踪事件、死亡事故、不審死いっぱい起きてるんですよ。そしてそれらは臓器売買市場と無関係ではないんじゃないかとされてるんです。近年の中国では闇の臓器売買ビジネスが以前にも増して横行しているとされています。死刑囚の臓器摘出が廃止となって以降、政府は国民の自発的な臓器提供のシステム整備を急速に進め、2022年9月には臓器移植に関する法律を緩和。その直後から2023年前半までの短期間で湖北省、広東省、河南省などで10人以上の学生が行方不明になっているといいます。法改正によって臓器移植のハードルが下がり、若者の臓器が狙われていると国民は疑心暗鬼になっているのです。またジュウ君のような生徒の不審死についても全国的に類似の事例が発生しているといいます。保護者が到着する前に学校側が生徒の遺体を現場から移動させようとする。監視カメラの故障やカメラの死角で事件が起こったことを理由に証拠が提示されない。根拠が乏しいまま死因が心臓疾患によるものとされる。生徒の突然死に対しまるでマニュアル化されているかのように同様の対応をする学校が複数存在するといいます。もし学校が本当に生徒の臓器を奪う場と化してしまっているとしたら、あなたならどのようにして子供の身を守りますか？